袴を忘れました。ダメじゃないですか。ということで先生、今日はですね、受け身なんですけども、一回いろんな、前受け身、後ろ受け身とかの受け身の動画も出しましたけども、肩の受け身も少し追ってみたいなっていうのがあるんですけども、我々の中でちょっと難しいなと思っているのが、2強の受け身ですね。はい。をちょっと今日はやってみたい。やってみたいというか、教えていただきたいなと。2強だといろいろちょっと動きが複雑というか、そんなイメージがあるんですけれども、何かポイントみたいなのがありますか？全般に通じるんですけど、基本的に先生海藻は合気道の関節技は相手を痛めるとかじゃなくて関節のカスを取るものだみたいにこう言われてるのが、あるからですね、ちょっとそのつもりで。わかりました。今回はちょっと受け身ということに、フューチャーしてお届けしたいと思います。はい、ということで見本動画の方からご覧ください。はい、2強の受け身ということで、とりあえず今型取り2強で表と裏をしていただいたんですけども、全般に言えることなんですけど、あくまで個人の考えではありますけど、まず受け身っていうのはまず相手に何らかのモーションというか攻撃をプレゼンテーションって言ったら変ですけども、ただ何回やってみろとか、できるもんなら正面で例えばやってみろとかじゃなくて、ちゃんとこの動きっていうかね、初動、最初に動くための何かをしてあげる。今は実はそこまでやらなかったんですけども、例えば肩取りだったら肩取った後こうなのかこうなのかこうなのかでいろいろ崩し方があるから、慣れてきたらやっぱそういうものも。ただ、順番を覚える段階ではですね、これされるとどうしようもないんで、順番を覚える段階では何もしないで持っておいてあげるとか、ただ持っておいてあげるってこともあるかとは思いますけど、受け身本来で言えば、こちらが押してきたからそれは相手が何がしかの反応をする。引いたから何がしかの反応をする。振りかぶったから何がしかの反応をするっていうんで、動きのきっかけみたいなのは受け身が、作ってあげた方が本当はいいんじゃないかなと思ってるんですけども。で、それから2強ですね。ちょっともう裏の話でいきますけども、とりあえず裏に行っていただいて、どの技も否定するじゃなくてですね、よく2強なんかで言われるのが、こう相手を無視したらダメだよって。相手を無視した瞬間に相手何するか分かんない。いや、殴られるよって。ちゃんと相手を見ときなさいっていうのが。私らは最初先輩から相手のお腹を舐めるようにって習ったんですけどね。舐めないですけど、舐めるようにって要は近づけっていう。だからいろんないたずらも、すいません。今のはいたずらです。受け身でやっちゃいけないことですね。で、最初に言いました、相手は相手によりますけども、じゃあ、私の手首を痛めに来てるんではなくて、私の関節のゴミを取りに来てくれてる。取りに来てくれてる。取りに来てくれてる。ずーっとゴミを取りに来てくれてる。では、私の腕は結果柔らかくなるというか。で、あと、ちなみになんですけど、ここではなくて、ここ取れますかね。いいシチュエーションでどうぞ。それは今ここしか取れてない。ちょっと一回やってみない。今これ私動けるんですよ。立てるんですよ。それはここを取ってるだけで、私のここを取ってないので、立てる。ちゃんとここを取る。リードします。この感覚わかります？はい、今私立てなくなったんですよ。はい、池谷さんのさっきのはこことここが猛烈に痛いんですけど、ここはなんともない。だからやってはいけないシリーズですけど、力いっぱいですよ。今、
これが思いっきりできますよ。ここいくら攻めても、ここガーンとやられますよ。ここもガーンとやられますよ。はい。そうではなくて、ここを、これ、池谷チャレンジを続けないといけないんですけど。あ、今ちょっと来た。はいはいはい。今私の重心制御されてるんで、今この足上げれなくなったんです。はい、そう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 。今私の体幹に来てるんで、さっきの話に戻して、体幹で池谷さんのエネルギーをもらえます、ね。やらせといてなんですけど。はいはい。とりあえず真面目に言いたいことは、まず相手を否定しない。否定してますよね。否定しない。もうこれ稽古ですから、本来関節技かけられそうになったら逃げるのが当たり前なんですよね。だからこれかけられたくないからって逃げ回られたら、子供相手でも私も用意できないです。もう力ずくで痛める以外ないんですね。そうじゃなくて受け身はちゃんと受けてあげる。こう柔らかくこう逃げ回るのも一緒なんですけども、こう、これは多少稽古にはなるかもしれないけど、今こう全然こうニュートラルにして逃げ回ってるんで、その稽古としては個人的にはあまりお勧めしない。やっぱり池谷さんの力をずーっともらう。ああ、いいですね。今、いいですね。ずーっともらう。そう、もらう。よし。すいませんね。今日のテーマではないけれど、それがあるので、今度返し技にもつながってくる。この力を、これね、ぐーっとこの力をもらったからこっちに返して三強にできますよとか。ぐーっとこの力をもらったんで、ここ抜けてそのまま呼吸投げに入ってるとか。の返し技にもつながってくる。相手を否定してしまったらやられないかもしれないけど、自分も何もできない。それどころか相手がもう2強をやめた瞬間にはこちらが危ないですよってね。そう。いいですよ。手首、肘、ずーっとここが。で、怖いので、初心者、ちょっと待ってね、喋れない。初心者あるあるなんですけど、やっぱ怖いから力んじゃん。力むとやっぱ硬くなって余計痛くなる。だから、これ双方の問題だけど、特に初心者が相手の時にはゆっくりかけてあげないと、そう、で、例えば力で入れてると固まってて痛いから、そこで力を抜くことができると、少し余裕が生まれる。あ、もうちょっと動くじゃん。で、もっと抜くと、あ、もっと余裕あるじゃん。もっと抜くと、あ、もっと余裕があった、みたいな。ずっと状態。はい。で、もっと抜くと、あれ相手がどこか行っちゃったみたいな。いや、すみません。はい。みたいな感じですかね。はい。ありがとうございました。はい、解説の方を見ていただきましたけれども、ちょっと指導みたいになっちゃいました。あ、すみません。はい。なんか返し技みたいなのにメインに言っちゃった。すみません、申し訳ないです。そうですね。どちらかというと返し技になってしまいました。すみません。しまいましたが、やってみていかがでしたか。今日は受け身じゃなく取りだったんですけど。はい。ちょっとなんかダメですね。はい、動画を撮影終わった後に、私は池谷さんにしていただくと、がっつりちょっと決まっちゃうんですけど。めちゃくちゃ聞いてますよ。かなり手首が痛かったです。そうです。普通の人には十分なんですけど、池谷自身はね、優しいから、本当はそんな痛いくない2強したいんでしょうけど。ゴリゴリ痛いです。すみません。いや本当に2強として聞いて痛いです。でも中心を抑えるというか、決めてるつもりでも先生の足はめちゃくちゃ動いてましたから、本体を全然抑えられてないっていうのは、ちょっと問題かなと思いますね。やっぱり小手先をしたいわけじゃないんですよ。やっぱり相手自体を全部抑え込みたいんですけど、それはできてないっていうことが、露呈しました。なるほどですね。はい。受け身のテーマだったんですけれども、途中からちょっと池谷チャレンジっぽくなってしまいましたけれども、はい。2行もいろいろと受け身の方もそうですね。いろいろ試していただいて、なかなか力を抜くって難しい。そうです。怖いんですよ。怖いです。だから私も誰でもではできないです。はい。怪我をしないようにですね、安全に稽古をしていただければと思います。それでは、この動画が良ければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。